見に来てくれてありがとう。今回はみんなが気になる筋トレ&ダイエット。題して失敗しないダイエット&筋トレ雑学5選。例えば筋トレをしているのに体重が全然変わらない理由知ってる？他にも痩せたいのにどうしてもお腹だけがぽっこり。そんなお悩みもこの動画でズバッと解決しちゃいます。楽しくわかりやすく解説するからぜひ最後まで見ていってね。そしてこのチャンネルでは他にも各テーマごとに楽しく雑学をたくさん投稿しているからチャンネル登録もぜひよろしくね。それではスタート。1、体重計捨てちゃおう。ダイエットするときに体重計めっちゃ気にしてない？昨日より 500g 増えたとか朝より 700g 減ったとかめっちゃ一喜一憂しちゃうよね。わかる、すごくわかる。でもね、体重って実はすごく曖昧なものなんだよ。例えばさ、500ml のお水を飲んだら体重計に乗ったままごくごく飲むとそりゃ 500g 増えたように見えるよね。でもさ、逆にお手洗いに行っただけで何百グラムか減ることだってある。これだけでもう体重なんて信用できないでしょ。それに食事の量、例えば牛丼キングをペロッと食べちゃった人、食べる前と食べた後で体重計に乗ったらその分増えるのは当然だよね。でもそれってあなたの体の変化じゃなくてただ食べたものの重さなだけなんだ。おいおいしずくさん、それじゃあ何を目安にしたらいいのかって？本当に大事なのは体重じゃなくて見た目なんだよ。例えば筋肉と脂肪、同じ体積なら筋肉の方が3倍も重たいんだって。だから筋肉が多くて 50kg の人と脂肪が多くて 50kg の人じゃ見た目が全然違う。筋肉が多いとシュッと引き締まった感じに見えるけど脂肪が多いとどうしてもだるんとしちゃうんだよね。女性なら足やお尻、ここが筋肉でキュッと引き締まってるとスタイル抜群に見えるし、男性なら胸や腕が筋肉でしっかりしてるとめっちゃかっこいい体になる。だから体重計の数字にこだわりすぎて増えちゃったって落ち込む必要はないの。むしろ毎日鏡で見た自分の体の変化を楽しんでみて。あとね、体重計だけじゃなくてもっと詳しく測れる体組織計っていう便利なものもあるよ。体脂肪率とか筋肉量がわかるんだけど、これも家庭用だと精度がバラバラだったりするからあまり気にしすぎないでね。それは分かったけど、じゃあどうすればいいんだいって？簡単だよ。健康的な食事と適度な運動、この2つをコツコツ続けていくだけ。食事を抜いたり急にカロリーを極端に減らしたりするのはむしろ体に悪いし、筋肉が落ちちゃって太りやすい体になっちゃうんだ。トレーニングや健康的な生活を続けるとね、自分で変化に気づき始めるのはだいたい3ヶ月くらいって言われてるんだよ。そして周りの人が気づいてくれるのはさらに半年1年後くらい。それぐらいのペースでじっくりゆっくり体を変えていくのが一番いいんだよね。今日食べたものが数ヶ月後の自分の体になるって考えたらなんだか頑張れる気がしてこない？栄養のバランスをしっかり考えて無理なく続けていけば見た目も中身も健康的な体にどんどんなっていくよ。みんなも一緒にスラッとシャープでかっこいい体を目指そう。最後まで諦めないでね。2、まず自分の基礎代謝量を知ることから始めてみよう。基礎代謝量っていうのは何もしなくても体が消費しちゃうカロリーのこと。例えば寝てても呼吸したり心臓が動いてたりするでしょ。それだけでエネルギーが必要なんだよね。それに加えて普段の生活や運動で消費するカロリーを足していくと1日に必要な消費カロリーがわかるんだよ。これがわかるとどれくらい食べても OK かなとか、痩せるためには摂取カロリーをどのくらいに抑えればいいかなっていう目安がわかるんだ。便利だよね。でもここで注意。カロリーを極端に減らすのは絶対 NG。 体に必要なエネルギーが不足しちゃうとただ体調を崩すだけじゃなくて逆に痩せにくい体になっちゃうんだよ。つまり体が栄養が足りない、大事なエネルギーを蓄えなきゃってなって脂肪を溜め込みやすくなっちゃうの。だから大事なのはバランスの取れた食事。糖質、脂質、タンパク質、この3つを意識して食べるのがポイントなんだよね。特にタンパク質が多くて脂質が少ない食品を選ぶのがコツだよ。例えば焼き魚とか鶏肉料理とかめちゃくちゃおすすめ。それにね、日本食って本当にバランスがいいんだよ。お味噌汁や納豆とかめっちゃ体に優しいし、私たち日本人の体に合ってるんだよね。これを意識的に取り入れるとすっごくいい食事ができると思う。
今日から少しずつ基礎代謝とバランスの良い食事を意識してみてね。一緒に健康的な体づくり頑張ろう。3、タンパク質の重要性。ねえねえ、みんな知ってた？ 1 日に必要なタンパク質の量って実は体重の 1.5 倍から2倍も必要なんだって。トレーニングしてる人なら3倍を目指すといいらしいよ。例えば体重が60キロの人だったら 90g から 120g、 3倍とすると 180g くらい必要なんだよね。そんなにって思ったそこのあなた、実はタンパク質って思ってる以上に大事なんだよ。タンパク質って言うとやっぱりプロテインが有名だよね。あのプロテイン、実は語源が最も重要なものって意味なんだって。知らんけど。でも肌の張りに欠かせないコラーゲンとか爪や髪の毛も実は全部タンパク質でできてるんだよね。それくらいタンパク質って人体にとって重要な存在なの。さらにこんな研究結果もあるんだよ。同じ食事量、同じ摂取カロリーを食べてる2つのグループで、片方はタンパク質を多めに摂った人たち、もう片方は少なめだった人たち。結果はタンパク質を多く摂ったグループの方が痩せやすかったんだって。なんでかっていうと、タンパク質って筋肉を維持して基礎代謝を高めてくれるし、満腹感も得られるからなんだよね。例えば間食をする時でもポテトチップスを食べるよりサラダチキンを食べた方が満足感が続きやすい。だから間食には高タンパクなものを選ぶと自然と余分な食べ過ぎを防げるんだよ。タンパク質を意識した食生活で食べながらも健康的に痩せていこう。4、筋トレの重要性と誤解。みんなは筋トレってやってるかな？男性ならムキムキのかっこいい体を目指してる人もいるだろうし、女性なら健康的に痩せたいけどあんまり筋肉がつきすぎるのはちょっとって思ってる人も多いかもね。でもね、大丈夫。筋肉のつきやすさってそもそも男性と女性では全然違うんだよ。それに筋肉をつけるにはすごく努力が必要。例えばさっきの体重の2倍から3倍のタンパク質を取らないといけないって話あったでしょ。60kg の人だったら 120g から 180g のタンパク質が必要だよね。でもこれって普通に生活してたら本当に難しい。サラダチキンをたくさん食べたりプロテインで補ったり食事のバランスをめっちゃ見直さないと無理なんだよ。ねタンパク質を取っただけでも筋肉はつかないの。筋肉をつけるにはハードなトレーニングが必要。例えばバーベルを何キロ上げたとか、その記録をちゃんとつけてそれを毎回ちょっとずつ更新していくような努力がいるの。さらにトレーニングのスケジュールや栄養の管理もめちゃめちゃ大事だし、根気よく続けることが本当に重要なんだよね。これを聞いてそんなの無理って思う人もいるよね。そうなの。これボディービルダーがやってることそのままだから。実はボディービルってボディービルディングのこと、つまり体を建設するって意味なんだよ。プロのボディービルダーさんは筋肉をつけるためにすごい情熱を注いでるんだよね。そういえばボディービルのスター選手の横川直隆さんはこんな名言を言ってたよ。筋肉をつけたかったらまず仕事を辞めてくださいって。いや、もうそれくらい筋トレに情熱を注がないとプロ並みの体を作るのは大変ってことだよね。知らんけど。でもここで朗報。男性の方なら男性ホルモンのおかげで筋肉がつきやすいし、女性の方はそもそも簡単にムキムキにならないから安心して筋トレをして OK。 さらに最新の研究では年齢による筋肉のつきやすさの差も思ったより少ないことが分かってるんだって。だからね、50代でも60代でも筋肉を増やすことは全然できるの。筋トレってきつそうって思う人もいるかもしれないけど、無理なくできる範囲でやってみて。タンパク質の摂取量を意識したりスケジュールを管理して楽しく筋トレを続ければ健康的で引き締まった体を手に入れることができるからね。一緒に頑張ろう。5、食べなければ痩せるという間違った常識。ねえみんな、ちゃんと自分の満腹感って管理できてる？ダイエットのために我慢しちゃったり、忙しくて朝ごはんを抜いちゃったり、お昼までお腹ペコペコで我慢してランチでドカッと食べちゃうなんてことやってないよね。実はこれ太りやすい体質を作っちゃう原因になるんだよ。どうしてかっていうとね、血糖値が関係してるの。お腹が空いてる状態が続くと血糖値が下がっちゃうんだよね。体はエネルギーを温存しようとして活動を最低限に抑えるモードに入っちゃう。で、そこにいきなり糖質やカロリーの高い食べ物をドカンと入れると血糖値が急上昇。その時に
インスリンっていうホルモンが大量に分泌されるの。インスリンの役割は血糖を全身に運んでエネルギーとして使うことなんだけど、この大量分泌がくせ者でね、余った糖は脂肪として蓄えられちゃうんだよ。だから普通に食べてるつもりでも空腹時間が長かった後に一気に食べると実は太りやすい体を作っちゃってるの。しかもね、空腹時間が長いと体はエネルギーをどこから補うかを考えて脂肪より先に筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするんだよ。これってすごく同意問題。筋肉が減ると基礎代謝が落ちるから痩せにくくなるし、リバウンドもしやすくなっちゃうの。これでリバウンドした後もさらなる同意問題があるの。リバウンド前よりも筋肉量が減ってるから太りやすく痩せにくい状態になっちゃってるの。つまりリバウンドは元通りになってるんじゃなくて、ある意味ダウングレードしちゃってるんだよ。やばくない？脂肪は筋肉の1/3分の1くらいの重さだから、筋肉が分解されると体重はすぐ減るけど、見た目はぽっちゃりしたままになりがちなんだよね。だからね、ダイエットの基本は空腹を我慢しすぎないこと。小分けにして栄養バランスを考えた食事をとる方が健康的で美しい体を手に入れられるんだよ。間食もできるし、それがダイエットになるなんて最高だよね。だけど自分の基礎代謝量とよく相談してね。間食でカロリーを取りすぎたらおデブちゃんまっしぐらだよ。私は身長と体重が少ないから基礎代謝量も低いんだよね。つまりあまりお菓子が食べられないの。ひどくない？ご視聴ありがとうございました。今回はたったの5つの紹介になっちゃったね。でもすごく詳しく解説できたよね。初めての試みで不安。よかったら感想をコメントで教えてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。